はい、こんにちは、矢野です。今回はいつもより大きいサイズのアジを狙ってハジングに行ってきました。果たして100を超えるサイズのアジを釣って、そのアジを使った美味しいアジ料理を食べることはできたのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。今回使用するタックルはアジドー 5G S622L、 リールは25ルビアス STSF2000 のハイギア、ラインはアジの糸ワンモア 0.35、 ジグヘッドはレンジクロスヘッド、ワームはアジアダーからスタートです。さあ、そしたら準備ができたのでアジを狙っていきます。で、さっきから海面を見ていたらチラチラっとライズがあるので、もう表層付近から狙っていきます。割とライズがあってイージーに釣れそうな気がするんですが、どうでしょうか。投げてもうちょんちょんってやって巻きながら食わせ沼を入れていきます。残念、当たらなかった。ちょっと投げる方向を変えます。割とベイトを食ってる感じのアジなんで、明かりの周りを広範囲をぐるぐるぐるっと回ってるんじゃないかなと思うんで、ちょっとアジを探しながら投げる方向を変えていきます。来ましたね。投げる方向を変えたら一発でした。でもよいしょ。1匹目釣れてくれました。サイズ的に24から5割なしぐらいですね。美味しそうなサイズ釣れてくれました。ジグヘッドもがっつりいいとこかかってますね。ここだったらバレることはないですね。で、一匹一匹締めていきます。で、締め方はこのエラのとこからハサミをスッとねじ込んで、そしてこの背骨の部分をパツンと切る、こういった感じに締めます。そして締めた後はこの塩氷に入れてジャブジャブジャブとゆすって血を出してやります。よし、まだ力出てる。しっかりとゆすってやったら血が結構出るので、これで一匹一匹締めていきます。で、1匹釣れたら針先を確認してやって、そして2匹目狙っていきます。さあ、先ほど釣れたところと同じところら辺をちょっと投げて探っています。で、もう着水したらすぐにベールを返して、そしてちょんちょんとアクションを入れて食わせ沼という感じで、アクションと食わせ沼を交互に入れながら探っていきます。食った。一緒だ。ちょっと合わせが遅れてしまってバレてしまった。もったいない。ああいうのを減らさないとなかなかちょっと釣果が上がらないですね。もったいない。よし、もう一回いきます。また同じところ狙っていきます。でもちょんちょんとアクションからの食わせ沼で表層付近探っていきます。ちょんちょんとアクションからの食わせ沼。よし、またバレた。ちょっと釣り方に対して張りが合ってないような気がする。割と食わせ沼を横に巻いているんで、ショートシャンクのオープンゲープの針だとバレるような気がするんで、ちょっとこれ針をちょっと交換します。ラッシュヘッドのストレートゲープに交換しようと思います。ジグヘッドをラッシュヘッドに変更します。投げて巻くだけのパターンのような感じなので、ちょっとショートシャンクのオープンゲープじゃ口のところに朝がかりして、ちょっと2連発でバラシがあったので、ちょっとね、フックをこのラッシュヘッドストレートゲープのフックに変えます。じゃあ、ジグヘッドラッシュヘッドの S サイズに変更しました。これでフッキング率がどうなるか、ちょっとその時の状況にジグヘッドが合っているかどうかを確認しながら釣っていきます。で、同じところに投げて、釣り方はもう投げてちょんちょんってやって巻くだけです。ちょっとバラシをやってしまったんで散ったかな。ちょっと当たりがなかったんで、投げる方向を変えてアジを探していきます。どうしてもベイトを食ってるアジだったら一箇所でパパパーンと釣れるというよりかは、その明かりの中を結構ぐる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 回りながらベイトを追っているので、投げる方向を変えていくと連発するってことが結構あったりするので、そのあたりちょっと投げる方向を変えながら探していきます。よし、食いましたね。ちょっとサイズが可愛いですが、2匹目釣れてくれました。フック形状を変えたら一発で
いいとこかかりましたね。ここの上顎のいいところかかってますね。さっきレンジクロスでやっていて、横の巻きのパターンだったら口の浅いところにかけて2連発ぐらいバラシをしたんですが、このような感じでフックを変えたらもう一発でいいとこかかりました。よし、ちょっとまた投げる方向を変えて、広範囲にアジがいるので探しながらちょんちょんとアクションからの食わせの間のタイミングで、食わないかな。よし、アクションからの食わせの間のタイミングでポンとね食ってくれました。これは多分いいとこかかってるでしょう。バッチリですね。3匹目連れてくれました。丸々して美味しそうですね。これも目の下のあたりまでいいところ入ってますね。もうここだったらほぼほぼラインが切れる以外はバレることはないところですね。口切れによるバラシはほぼほぼない位置ですね。で、ハサミをスッと入れて、そしてパチンと切ってやる。そして塩氷の中でジャブジャブジャブとゆすって血を抜いてやります。よし、よいしょ。4匹目連れてくれました。ちょっとこれは口の浅いとこかかってるんで落ちそうですね。ポロリと。ちょっと24号ぐらいですね。ちょっとせっかくいい感じで釣れているので、今アジアダ使っていますがボロボロになってきたので、また別のワームに変えたいと思います。ちょっと交換します。次はアジミルクマイクロベイト、こちらのワームに変更します。そしたらマイクロベイトに変えて1投目いきます。多分今食っているのが小さい小魚とかジャコとかのああいったベイトだと思うんで、このマイクロベイトがハマるんじゃないかなと思って交換しました。どうかな。当たった。当たったけど残念、かからなかった。味の活性が高いんでワームが小さい分吐き出すのが早いかな。ちょっと投げる方向を変えていきます。表層付近をちょんちょんとやって巻くだけで、ちょんちょんとやって食わせの間のタイミングで食うかな。どうかな。食わせの間のタイミングでバレた。やっぱりちょっとワームが小さいんで吸い込んでから吐き出すまでが早い感じですね。当たりはあるけどちょっと魚の活性が高いのとサイズがちょっといいので、24、5ぐらいなので、それで吸い込んでからスパッとすぐに吐かれて、そしてかかりが悪かったりとか、かかっても口の浅いところにかかってるっていう感じですね今。なのでおそらくそういった感じになっているので、ちょっとワームをもう一回アジアダーに変えて、そしてどうなるか試してみます。アジアダーのクリア系に変えます。最近アジアダーのクリアを買おうと思ったらえらい白濁していて、雨に濡れたみたいな感じで白濁していたのでやめたんで、別のクリアのちょっとラメが入ったカラーにしています。クリアとか高いカラーを選んでいます。じゃあアジアダーに変えてどうなるかやっていきます。ピッと投げて水面直下ちょんちょんとやって巻き巻きちょんちょんちょんとアクションにて食わせの間で、よし食った。バレた。ちょっとね合わせが遅れました今のは。ちょっとラインがキュインと枯れでたるんでいたので、それでちょっと合わせがワンテンポ遅れてバレてしまいました。もったいない。ライズがあったんでちょっと狙い撃ちします。釣れるかな。水面直下ちょんちょんとアクションにて食わせの間でコンと食うかな。ちょんちょんと、よし、アクションからの食わせの間のタイミングでコンとね食ってくれました。ちょっとサイズが小さくなりましたが、がっつり丸飲みですね。でもこれも美味しそうです。食べることを考えながらいつも釣りをしております。もうがっつり丸飲みいいところかかってます。そしたらまたライズがあったところをちょっと狙いたいと思います。ちょっとこっちの方であったので投げて、そして水面直下ちょんちょんとやってアクションからの食わせのまで探っていきます。やっぱ今アジの活性がだいぶ高くて、マイクロベイトのような小さいワームだったら当たりはあるんですけど、吸い込んでから吐き出すまでの時間が早いので、それでフッキング率が悪いということが続いて、今アジアダに変更したらいい感じでポンポンと連発してくれたので、やっぱり今の状況だったらアジアダの方が合っているのかなと思います。
でフックの形状も最初はレンジクロスでやっていたんですが、1匹釣れてその後2匹3匹と連発でバラシが出たので、そしてラッシュヘッドに変えたらフッキング率も良くなって抜き上げの時のポロリも減ったので、今のパターンにはラッシュヘッドの方が合ってたのかなと思います。引く引く面白い。よいしょ。これもがっつり喉奥まで入ってますね。やっぱり巻きの釣りでアジが後ろからパクッと捕食してくるんだったら、ラッシュヘッドのストレートゲープの方がいいですね。いいとこかかってますね。もう口の奥のところに。いやーバッチリ。ほんとフック形状を変えるだけでこうやってフッキング率が変わって釣果も大幅に変わるので、こういったところはやっぱ僕は意識してやっております。よし。じゃあこの場所でパターンは掴んだのですが、ちょっとサイズ的に物足りないので、1ランク2ランク上のサイズを狙ってちょっと他の場所に移動したいと思います。それでは他の場所でアジ狙っていきます。ちょっと帰ろうと思って移動していたら、いい感じでアジがライズしていたのでちょっと狙ってみたら、なんとイカが引っかかりまして、なかなかいいサイズのイカがですね、釣れてくれました。ラッキーでした。何キロぐらい ?1 キロ半か2キロはないと思うんですけど、1キロ半ぐらいだと思うんですが、いい感じで釣れてくれました。せっかくなんでちょっと締めます。こっち側もよし。であと足側をこれでしまったかな。まさかイカが引っかかると思わなかったのでラッキーでした。さあ大物狙いで移動したポイントで35センチ頭に尺アジをパラパラと釣ることができました。いやーめちゃくちゃいい感じで超えています。ちょっとね他の人がいたので撮影の方はできなかったんですが、こういった感じで尺アジがですねポロポロと釣れてくれました。いやどれもですね超えていてめちゃくちゃ美味しそうです。じゃあクーラーもいっぱいになったので、あと1箇所だけちょっと気になるポイントをチェックしてから帰りたいと思います。さあ帰ってきました。で先ほどまで家で食べる分のアジをさばいておりました。でこれから動画で撮影する分のアジを調理していきます。で今回のアジ全部尺超えなんで何にして食べようか結構迷ってるんですが、とりあえずエラと内臓だけ出す下処理だけやっていきたいと思います。イカはアジを熟成させている間にとりあえず冷凍庫で寝かせておこうと思います。これ見てください。やっぱり新鮮なんで身が生きてますね。イカは僕普段釣らないのでもう食べるのがめっちゃ楽しみです。いやしかし今日のアジは立派ですね。なかなかいい重量感です。じゃあ早速エラから出していきます。いやエラもサイズが大きくなっても同じで、エラ蓋をパカッと開いてもう指を突っ込んで、そしてブリッと出します。でこの辺り内臓を出せるんだったらちょっとつまんでピッと取っておきます。でここのエラ蓋をパカッと開いて、そして指を入れてつまんで、そしてブリッとつまみ出します。でサイズがちょっと大きくてもエラは結構柔らかいので簡単に取れます。そしたら内臓を出していきます。このぐらい大きいサイズだったらいろいろ入ってそうですが、時期的に卵とか白子があるやつもいるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。これは、ちょっと白子が入ってますね。まだでもそんなにパンパンじゃないのでまだしばらく楽しめるかなと。どうしても産卵が近くなったら食いが悪くなったりしますが、こういった感じで白子が入ってますね。でそれ以外にはちょっとなんかオキヤミとかを食べている感じか、ちょっとした目みたいなものが見えますね。このアジはどうかな。これだけお腹が出ているんで何かしら卵とかありそうですが、ありますね。卵が結構がっつり卵が入っています。これはもう産卵近いですね、このアジは。卵はちょっと結構あるので、これはのけておいて後で煮て食べます。で内臓出し終わったら水でしっかりと流していきます。もうここ油がぎっしり浮いてますね。
そしてキッチンペーパーで水気を取って、ちょっとでかいんで1枚じゃ足りないな。もう2枚ぐらい、もうキッチンペーパー2枚ぐらい使ってしっかりと水気を取っていきます。そして内臓とエラにキッチンペーパーを詰めていきます。さあここまでできました。でこのサイズだったら1週間ぐらい寝かせてもいいと思うんですが、とりあえず4日5日寝かせてからそのあたり様子を見ながら食べていこうと思います。さあそしたら5日間ほど冷蔵庫で寝かせました。イカは冷凍していたものを朝から冷蔵庫で解凍しました。でアジはどうかな。もう身は綺麗ですね。いい感じに熟成できていると思います。ちょっとね尻尾がきっちりとくるんでなかったのでカピカピになっていますが、ちょっとこれは食べないので大丈夫でしょう。でアジはシンプルにもう刺身と炙りでいただこうと思います。でこのイカはちょっと大きいんで全部は食べきれないのでさばきながら考えます。じゃあまずアジからさばいていきます。じゃあいつも通り鱗から落としていきます。水を流しながら落として飛び散らないようにやっていきます。そしたらまず頭から落としていきます。半分入れてひっくり返して、そしてこちら側からして背中側から薄く皮の部分に切れ込みを入れて、そしてひっくり返してお腹側にもスッと薄く切れ込みを入れて、先に皮を剥ぎます。背中のこの部分をつまんでピリピリピリっと剥いでやります。3枚におろしてから皮を剥ぐとどうしてもこのハラミの部分の身が一緒に皮にくっついて取りやすいので、僕はもうこの3枚におろす前に先に皮だけ剥ぎます。で片面皮剥げたら背中側からもう一度骨に当てながら包丁を入れて、ちょっと失敗してしまった。もったいない。でここの油をすきながら包丁を入れていって、そしてここでプツンと断ち切ります。ちょっとねこう失敗して包丁入ってしまいましたが、反対側でなんとかリカバリーします。で反対側も同じように皮だけまず切れ込みを薄く入れてやって、お腹側も皮にスッと切れ込みを入れてやって、そして3枚におろす前に皮を先剥ぎます。ここからつまんで、そしてピリピリピリっと、大きいんで皮も硬いな。よいしょ。そして皮が剥げたら背中側から骨にうまく当てながら3枚におろしていきます。でお腹側からも入れて、でここで断ち切って、ちょっと卵が残ってましたが、3枚おろしいけました。身も真っ白で綺麗ですね。そしてあばらをすきます。できるだけ薄くすいてやって、そしてちょっとこの辺り脂が残っているところとかもトリミングしておきます。そしてもう半身も同じようにあばらを薄くすいてやって、そしてこの辺りも少しトリミングしておきます。もうこの時点で脂がギットギットです。で頭はいつも通りだし要員でかぶと割りしていきます。次は血合い骨を抜いていきます。今回もね切り離さずに一本一本抜いていきます。ちょっと手間がかかるけど、今回アジを食べるのは1匹だけなんで、血合い骨骨抜きで抜いていきます。よくねこれ毛抜きと間違えてしまうんですよ。昔骨抜きを買わずに毛抜きでやっていた時があったんで、ついついその時の癖で毛抜きと言ってしまいます。
毛抜きでやってる人いるのかな。血合い骨取るとこまでいきました。そして刺身を切っていきます。そしてこの辺りはお汁用にちょっとざっくりと切ってのけておいて、この辺りからいきます。でこの端はお汁用にのけておきます。よし、刺身いきました。そしたら半身だけ炙っていきます。油がいい感じで、一旦冷蔵庫で冷やしておきます。で次炙りを切っていきます。炙りもこの辺りはちょっとお汁用にして切って、そしてここから切っていきます。炙りはもう普通に縦に切っていきましょう。でこの辺りはまたお汁用にのけておきます。そしてお皿に盛り付けていきます。よいしょ。あららら。じゃあアジの刺身ができたので一旦冷蔵庫に入れて、次はイカをさばいていきます。よし。いい感じで解凍できているかな。いやしかし大きいし重たいな。で軽く水で洗って隅もしっかり流しておきます。じゃあ足も超長え。じゃあイカを開いていきます。スッスーッと包丁で切っていって開きます。結構肉厚で、開いたら一気に外していきます。よいしょ。そしてこの辺りのけていって、でイカの骨も取っておきます。立派。ちなみにこれはプラスチックじゃないです。イカの骨です。そして水洗いします。そしてエンペラを剥がします。ここに指を入れて、硬っ。一気にベリベリベリっと。硬いなぁ。よいしょ。よし。でエンペラ取れました。で皮も一緒にもう剥いでおきます。でこのエンペラはまたバター焼きとかにして食べようかなと思います。よいしょ。いやー超大変これ。よし、一旦ちょっとこれで置きます。でこっちも剥いで、一回冷凍したんでこう皮が剥がれにくいのかな。それともサイズがちょっと大きいけんかな。よし、皮取れました。で次はこの内側の薄皮も取っていきます。キッチンペーパーで拭いて、そしてつまみながら取っていきます。薄皮を取っておいた方が刺身で食べるときは食感が良くなるので、まあでもある程度でやっておきます。全部取ってたらちょっと時間かかってめんどくさいので、この薄っぺらいやつですね。この薄いやつ。おお気持ちいい。割と綺麗に取れたら気持ちいい。でも台所がちょっとわや。よし、なんとか薄皮取れました。であとはちょっと形を整えていきます。切って、そしてこっちもこの辺りからパスンと切り落としておきます。よいしょ。
で、さすがにこれ全部食べれないんで、ちょっと食べる分だけちょっと切っていきます。で、半分にスーッと切って、で、さらにここから、まあこのぐらいかな。スッと切っておきます。今回このぐらいにしておきます。アジの刺身もあるんで。そして形を整えてやって、なんかまあちょっと少ない気もするけど、まあいいか。で、細く食べやすいように切っていって、スパーッと一立ちで切っていって、そして盛り付けていきます。もう大雑把にポポポーンと乗せていきます。ワイルドで。なんかちょっと太い気がするけど、まあまあとりあえずこれで食べてみます。もうちょい細く切った方が良かったかな。よし OK。さあ、そしたらアジの刺身、アジの炙り、イカの刺身の完成です。それではいただきます。じゃあまず刺身からいきましょう。身も真っ白で、今回生姜醤油と普通の醤油2種類用意しました。じゃあまず普通の醤油からいただきます。うお、もう油がぶわっと浮いてやばいっす。じゃあいただきます。これはめちゃくちゃうまい。やっぱ寝かせることによってアジの旨味がギュッと凝縮されてめちゃくちゃうまいですね。次、生姜醤油でもいきます。生姜がピリッと効いてうまい。結構油が入った味でも生姜をつけることによってさっぱりいけますね。じゃあ次は炙りをいただきます。炙りはもう普通の醤油で。どうかな、アジの炙り。炙りの方がうまいかもしれない。背中側を炙ることによってなんかアジの旨味がギュッと入るような感じで、これは炙ることによって刺身とは違ううまさが引き出されますね。口の中に入れた瞬間アジの旨味がぶわっと広がる。で、これだけ美味しい味に合わせるのはもちろん日本酒です。今日のお酒は絶空半蔵という三重県のお酒です。このお酒はフィッシングショー大阪でお越しいただいたお客さんから美味しい酒があるのでぜひ飲んでくださいということでですね、プレゼントしていただきました。本当にありがとうございます。じゃあいただきます。すげえうまい。このお酒甘すぎず辛すぎず、すごいすっきりとした飲み口で、これは止まらなくなるやつですね。そして次は皮を剥ぐのに苦労したイカもいただきます。イカはもう醤油ですね。さあどうでしょうか。イカはなんかそれほど美味しいってわけじゃないな。では次ちょっと生姜醤油でもいただきます。これはちょっと分厚く切りすぎたからかな。なんかちょっと分厚くてなんか食感がありすぎるというか、イカの味があまりしないというか、なんだろう。醤油よりかは生姜醤油の方が美味しいですが、なんかゴムを噛んでるような食感というか、そこまでめちゃくちゃ美味しいってわけじゃないですね。味が美味しすぎたから、なんかイカのうまさがちょっと感じないというか、それかもしれません。味うめえ。で、次はまた刺身をいただきます。刺身は生姜の方がいいかな。生姜醤油の方が。うめえな。イカはちょっとさばき方が悪かったのか、この刺身にしたのが悪かったのか、ちょっとわからないんですが、何か美味しい食べ方あったら教えてください。今回のは 1.5 キロのイカです。いやでも酒もうまくて止まらないっすね。この絶空半蔵めっちゃうまいです。いやうまい。これはいや、こんなに美味しいお酒を送ってくださって本当に三重県の H さんありがとうございます。この3種類の中だったら僕炙りが一番好きですね。超うめえ。イカは
僕の期待値が高かったからか、それとも味が美味しすぎるからか、ちょっと期待外れでしたね。まあそれでも美味しいっちゃ美味しいんですが、そこまで、かなではちょっといい感じで酔っ払ってきましたが、お酒と一緒に残りのお刺身もいただいていきます。ごちそうさまでした。ということで今回はいつもよりちょっと大きいサイズのアジを狙ってアジングに行ってきました。最初に入ったポイントではいまいちサイズが伸びなかったのですが、移動した先では35センチ頭に尺クラスをポロポロっと釣ることができてよかったです。さらにお土産でアオリイカも持って帰ることができて、超過的にはめちゃくちゃ満足でした。今回釣ったアジを刺身と炙り、そしてアオリイカは刺身でいただきましたが、アジの炙りは最高でしたね。表面を炙ることで旨味が口の中でふわっと広がってめちゃくちゃ美味しかったです。個人的には刺身よりも食べやすかったですね。ただアオリイカはちょっといまいちでしたね。大きすぎたのか、なんかゴムを食べてるような食感であんまり美味しくなかったですね。大きいアオリイカを美味しく食べる方法知ってる方いらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。さて、今年は水温の上がりが遅く、まだまだいいサイズのアジが釣れています。夜の冷え込みも落ち着いてきて、アジングに行きやすい季節になってきました。ぜひ皆さんもこの機会にアジングに行って美味しいアジ料理を楽しんでください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後に、アジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が、累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。